春ドリーマーズ新年明けましておめでとう。かすみはん、かすみはん、おしたて頼んであった晴れ着届きましたありがとう。この本が読み終わったら食べるよ。ふむふむ、ここはこうなってるのか。あらあら、上の空やわ。ちゃんとお返事してくれはらへんのやったら、この晴れ着うちが食べてしもてもはいはい、晴れ着。待ってくれ、私が悪かったよ。今すぐに確認するから食べるのはやめてくれ。いやいや、冗談どす。けどそろそろお支度せえへんと王子はんが来はる時間に着付けが間に合いまへん晴れ着姿で王子はんに会いたい言うてはったのかすみはんやろ。面目ない。晴れ着が楽しみなあまり着付けの本を読んでいたんだけれど、興味深くて没入してしまったんだ。かすみはんのお願い通りおしとやかでシャンとしたデザインで仕上げてくれはりましたほら、こないな風に。うわー、予想以上の出来だよこれは。素敵な晴れ着を見立ててくれてありがとう真央さん。お礼は今度改めて。気にせんとおくれやす。他のみんなは里帰りしてはるのにギルドの都合で一緒にお留守番してもろてるからね。これくらいやったら構いまへんこんなに立派な晴れ着なら女子くんの隣を歩いても大丈夫なはずだ。あとはうまく初詣の約束を取り付けるだけ。まあそれが最難関とも言えるわけだけど、早速来てみ。さっきちゃんと本を読んで研究したのに本当に難しい構造をしているんだね、晴れ着というのは。初めてはみんなそう言わはるんどす。うちが着付けてあげますさかい向こうのお部屋に行きまひょ。王子はんもお願いしとったお仕事そろそろ終わる頃あいどす。今から着付け始めたらちょうど戻ってきはる時間に間に合いますな。ありがとう真帆さん。やってらんねえですよ。大幹部にふさわしい仕事だってかやぴーは言ってたですけど、正月飾りの枝集めるのがそんなわけねえです。お兄さんも年末にバイトとはご苦労なことですね。そっちはカオンに頼まれて枝を集めに来たんですっけ。まあここは特別に私を手伝わせてやってもいいですよ。そもそも私のような大幹部には頭脳労働を割り当てるべきですよ。かやぴーは適材適所ってもんが分かってねえです。これだから脳筋喧嘩バカは。具体的にどんな仕事ならいいのかって、それは頭良さそうな仕事ですよ。みんなのお昼ご飯代の計算とかそういうやつです。少なくともこんな森の奥で松の枝を探す仕事じゃねえですよ。本当なら今日は晴れ着で買い物に行くはずだったのに。そもそもこの森に松の木なんてあるですか。お兄さんお手柄です。
さっさと片っ端からへし折ってこんな仕事を終わらせてやるですよ。ならぬ。松の木は虫に弱い性質のせいで数が減っておるのじゃ。傷はつけずに落ちている枝だけ拾っていくのじゃ。知らなかったです。お兄さん、記憶喪失のくせに偏った知識ばかり持ってやがるですね。はい？何も言ってない？それじゃあ今のは誰が？周りには誰もいないですね。この話は終わりにするです。階段は夏だけで十分ですよ。気を取り直してさっさと枝を集めるです。私もお兄さんも午後にはランドソルに戻らなくちゃならないわけですし。疲れたです。でも手分けしたおかげで時間には余裕があるですね。こういう時は適当なお店にでも入って時間を潰すですよ。すぐ戻ったってカヤピーに次の雑用を押し付けられるだけだし。なんかの祠みたいです。めちゃくちゃボロっちいけど、さては誰も手入れしてないんです？神様か何かを祀ってるんですかね。こんな森の奥地じゃ人も来ないし、なんで誰も拝まないようなしみったれた場所に祠なんて作ったんですかね。何ですかお兄さん。はあ？もうすぐお正月なのにかわいそうだからお掃除してあげる？どんだけお人よしなんです。こんなドマイナーそうな神様に親切にしても見返りなんてねえですよ。まだカヤピーの雑用の方が報酬に期待できるです。というわけで掃除ならお兄さんだけでどうぞ。私は先に町に戻ってるんで。何ですかそれは。バイバイじゃねえですよ。そこは折れるところです。私が嫌なやつみたいになるじゃないですか。まったくしょうがないですね。気は進まないけど私も手伝うです。雑草や落ち葉をなんとかするだけでもマシにはなると思うですよ。ピカピカとはいきませんがさっぱりはしたはずですよ。ついでに祈りさま印の正月飾りも飾ってやるですよ。私の缶バッジがついててご利益マシマシなやつです。ってお兄さん全然聞いてないですね。神妙に手を合わせてますけど何やってるんです？今後は掃除してくれる参拝客が増えるようにお祈りしてた？掃除してやった上にお祈りまでするんですか？どこまでお人よしなんです？しょうがないですね。私も付き合ってやるですよ。ただ私はきっちり見返りも要求するですけどね。これがギャングに借りを作るってことですよ。って言っても何をお祈りすればいいんですかね。そうだ、この先一生困らないくらいのお年玉をよこしやがれです。ほらお兄さんもお年玉をもらえるようお願いするです。他の願い事だってお年玉さえあれば解決できるですよ。あとはお正月を楽しみに待つだけです。ご利益がなかったら祈りさま印の正月飾りは没収するからしっかり叶えやがれです。それじゃあランドソルに戻るですよ。ついでに余分に集めた枝をカオンに売りつけて小遣い稼ぎじゃなくてしのぎにするですよ。言動はちと乱暴じゃったが、なんと素晴らしい若者たちじゃ。忘れ去られて一夫清掃、わしの祠を掃除した上にお参りまでする者が現れるとは、一体何年ぶりじゃ。これは
なんとしてでも願いを叶えてやらねばならんの。願い事はなんて言ってたかの。お年玉？一生困らない？とにかく玉を落とせばよいのかな。知らんけど。まあよい、後で考えよう。お参りのおかげで久々に気分もいいぞ。どれ、少し森を散歩するかの。キラーン、見てよしおりん、頼んでた晴れ着が届いたんだよ。ずっと楽しみにしてたもんね。お姉ちゃんらしいデザインですごく素敵だと思うよ。図柄にもこだわってオンリーワンな晴れ着を目指したんだよ。こういうのって自分らしさが大事だと思うし。あの人とその晴れ着で初詣に一緒に行くんでしょ。えへへ、喜んでくれると思う？きっと褒めてくれるよ。ありがとう。今から楽しみだな。しおりんとお揃いじゃないのが残念なんだけど。ごめんね。年末年始はレンジャーに緊急のお仕事が入ることが多いんだって。いつ呼ばれてもいいように動きやすい服装でいたいの。でもいつかは私も着てみたいな。その時は一緒に選んでくれる？もちろん。しおりんのイメージにぴったりな晴れ着一緒に考えようね。ありがとうお姉ちゃん。それはそうと、今のうちにちゃんと袖を通してみない？着付けって難しいんでしょ？あ、そうだね。それじゃあ超能力ではい、初音ちゃんニューイヤーエディションなのだ。どうかな？ちゃんと似合ってる？すごく似合ってるよ。とっても華やかな雰囲気になってると思う。本当に？しおりんに太鼓判を押してもらえて初音ちゃんも大満足なのだ。だけど超能力を使っても大丈夫？また眠たくなっちゃうんじゃ。ふっふっふ、甘いよしおりん。いつまでも弱点をほったらかしにはしないんだから。それじゃあ特訓の結果、もし急に眠くなって倒れちゃっても無意識に受け身が取れるようになったよ。だから安心して。すや解決になってないよお姉ちゃん。あれ？なんで私街にいるんだろう。さっきまでしおりんと一緒にいたはずなのに。もうダメだ。ランドソルはおしまいだ。あんなものがぶつかったら草一本残らないぞ。カルミナのライブのチケット当たったばっかりだったのに。こんなことなら高いおせちなんて予約しないでさっさと美味しいもの食べておけばよかったわ。今からでも何か。そこのお嬢さん、焼きもろこしはいらんかね。もうすぐランドソルは滅亡するけど、人生の最後は美味しいもので締めくくりたいじゃないかね。ランドソル滅亡？人生の最後って一体何の話？知らないのかい？隕石だよ、隕石。とうとうランドソルは滅亡するんだ。ほら、空を見てごらん。また隕石！しかも前に何度かしたやつよりずっと大きくない？もうすぐそこまで来てるし、こんなの落ちてきたら。これは何とかしないとダメだよね。
前回と同じように。隕石め、初音ちゃんに同じ手は2度通用しないのだ。超能力フルパワー、砕けろー。あれ、もしかして全然ダメっぽい？ひびすら入ってない？ということは、うわお姉ちゃん、お姉ちゃん。ずいぶんうなされてたけど大丈夫？お姉ちゃん、もしかして何か悪い夢でも見たの？しおりん、私夢見てたのかな？ってことは今のって予知夢？前に見た時と感覚が同じだったし、もしそうなら。しおりん、聞いて。ランドソルは滅亡する。すぐに彼に知らせないと。超能力で瞬間移動。行っちゃった。芸春ドリーマーズ、新年明けましておめでよう。そろそろ約束の時間を過ぎそうですけど。王子はん、いつも時間を守らはるお人やから大丈夫だと思うんやけど。女子くんならきっと心配ないと思うよ。何かトラブルがあってもきっと教えてくれるはずさ。ほら、噂をすれば。ってあれ、隣にいるのは確かドラゴンズネストの祈りはんどすな。王子はんと一緒でずいぶんな大荷物やわ。もしかして王子はんのお仕事手伝ってくれはったんやろか。だとしたら彼女にもお礼をしないとね。声をかけてくるよ。年末なのにギルドの雑用を手伝わせてすまなかったね。報酬はちゃんと用意してあるから。私も手伝ったからこっちにも報酬をよこしやがれです。もちろん働いてくれた分は支払うよ。ところで女子くん、私の姿を見て何か気づいたことはないかい？え？かわいい。これは正月の人混みで尾行する時のために用意したんだが、よければ効果の検証を手伝ってくれないか？つまり一緒に初詣。大丈夫？慌てすぎてちょっと失敗したかも。どちら様ですか？初音さんですよ。ほら、しおりさんのお姉さんの。転送魔法で勝ち込みとは気合入ってやがるのです。びっくりさせてごめんなさい。でも
も彼に伝えなきゃいけないことがあって。というか初音さんも。かわいいよ。本当にこの晴れ着大好評。初音ちゃん感激だよ。喜ばない方がいいですよ。誰にでも言ってやがるので。みんなかわいい。まあそんな気はしていたよ。それでここに来た用事は何なんだい？嬉しすぎて忘れちゃうところだった。大事件だよ。慌てなくても大丈夫だよ。ちゃんと相談に乗るから。本当？かすみん頭いいし、手伝ってくれるなら100人力なのだ。大船に乗ったつもりでいてほしい。それで事件の内容は？これくらいの大きな隕石がもうすぐランドソルに落ちてきちゃう。話を整理しようか。初音さんはさっきランドソルに隕石が落ちてくる夢を見たと。それはおそらく正夢になるだろうから被害を食い止めるため女子くんのもとに飛んできたということかな。はあ、そんな荒唐無稽な話本当にあるですか？お兄さんは横でうなずいてるですけど。前にも似たようなことがあったの。だから今回もただの夢なんだっていう風には思えなくて。それに今回は私の力だけじゃどうにもならなそうだし。そもそも予知夢って何ですか？超能力でも使えるんです？そこから説明しやがれですよ。私も疑問だね。予知夢だということを確信してるみたいだけど、何か根拠があるのかい？前にもあった似たようなことっていうのは一体？いや魔法。私実はそういう魔法が使えるんだよね。ってことでどうかな？目が泳いでて怪しいです。助けて君。まあ女子くんがそう言うなら一旦は信じよう。ここで押し問答をしていても始まらないしね。それに仮に予知夢が見られるとしてセオリーとして見たい未来が見られるとは限らないってところじゃないかな。あくまで夢でしかないから、自分に都合のいい夢が見られたらこんなひどい未来変えちゃうのにな。やっぱりそうか。でも備えた結果何も起こらなくても失うものはないし、とりあえず調査してみても良さそうだね。賛成どす。初音はん、うちも一緒に頑張らせてもらえたら嬉しいわ。ありがとう2人とも。あ、魔法の原理とか理屈とかやり方とかはもう聞かないでね。答えたくても答えられないから。まあ100歩譲って信じるとしても私らにはどうしようもないですよ。そもそもそんなでかい隕石が壊せるならとっくに下克上してるです。一番現実的なのは市民を避難させることだろうね。だけど私たちが呼びかけたところで素直に応じてもらえるとは思えない。少し前にあった市街地で多数のぬいぐるみが爆発するってニュース。あの時も人々を避難させるのに随分苦戦したって聞いたよ。そうだろ女子くん。本気だという説得のためにお相撲だが、私たちに同じことができるわけじゃない。まっとうな手段としてはナイトメアに事の次第を伝えて人手を貸してもらうか、ペコリーヌさんに直命を出してもらうか。いずれにしてもかなりの根拠を固めてからじゃないと動いてもらうのは難しいだろうね。下手な情報を出して王宮が人々から不信を買うのは避けたい。
町の人たちみんなに避難してもらういうんはうちらが思うよりもずーっと大変なことどす。お話聞いてもらうためにまずはできるだけ情報を集めまひょ。そんなら手っ取り早く片っ端から聞くですよ。うちのファミリーを総動員して情報を吸い上げれば一発。逆に市民を混乱に陥れた罪で捕まってしまうのがオチだろうね。そんなどうすればいいんだろう。すごいナイスアイデア。さっき夢を見た時はびっくりしてあんまり周りを見れてなかったし。君の発想にはいつも驚かされるよ、女子くん。そんなに都合よくいくかはわからないけど試してみる価値はあると思う。初音さん、もう一度夢が見られたらなるべく周囲の情報を集めてきてくれるかい？まずはいつ隕石が落ちてくるのか、それを知りたい。我々がいつまでに行動しなくてはならないのか、日付が分かれば計画が立てやすくなるからね。夜なのは分かってるから日付が確認できればいいんだよね。分かった。夢の中で誰かに聞いてみる。それじゃあ気合を入れてすやー。いきなり意識を失いやがったです。すやースピー。寝る場所が床の上やなんて夢見も悪くなりそうやし、ソファーに寝かしてあげまひょ。みんな手伝ってもらえますやろか。また同じ夢に戻ってこれたかな。景色も同じだし早速聞き込みに行ってみよう。もうダメだ。ランドソルはおしまいだ。あんなものがぶつかったら草一本残らないぞ。カルミナのライブのチケット当たったばっかりだったのに。さっきと同じ展開なのかな。とにかく誰かに話をと。あの屋台の人に聞いてみよう。すみません、そこのおじさん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。今さら何を聞いたって、もう助かる方法なんて見つからないよ。さあ、出来たての焼きもろかしをあげよう。おいしいもので人生を締めくくりたいだろう。30年間トウモロコシを焼くだけの人生だったが、味を褒められながら終わるんなら本望よ。ベテランの焼きもろこし屋さんだったんだ。って感心してる場合じゃない。おじさん、聞きたいことがあって。悪あがきはよせ。何もかも手遅れじゃ。わしと一緒に焼きもろこしを食べて最後の時を迎えよう。どちら様？なんか不思議な雰囲気の子かも。腰に正月飾りつけてるし、それにあの缶バッジに書いてあるの、いのりちゃんの顔？どちら様じゃと？何の冗談じゃ。わしらは短い間とはいえ苦楽を共にした間柄ではないか。あれ？どこかであったかな。苦楽を共にって何の話だろう。もしかしてこれは復讐なのか？わしらの時間をなかったことにしてお互いを知らなかったことにするつもりなのか？私、あなたとは初対面の気がするんだけど、一体何の話をしてるの？まあそういう扱いを受けても仕方ない。いいよ別に。そうじゃもん。全部わしのせいじゃもん。全部あなたのせい？これがお主らの望みだと思ったんじゃもん。それにもう
時間切れじゃ。焼きもろこし食べきれんかったの。あっていう感じの夢だったよ。どうかな、参考になりそう？収穫はかなりあったね。落下してくる日付は判明したし、事情を知ってそうな少女も気になる。謎のガキンチョはさておき、日付はわからないままじゃないですか。屋台のおっちゃんに感心してないでさっさと聞けばよかったですよ。いや、まさにその屋台こそがヒントだよ。年末年始にはランドソルにも屋台が出るけれど、基本的に営業は大晦日からだ。そして最初の夢では通行人がおせちについて何か言っていたんだよね。高いおせちを予約して後悔してたみたい。どうしてだろう。元旦を迎える前に隕石が落ちてきたってことさ。他の通行人の嘆きも似たような内容だったし、これらを総合すれば大晦日の夜に落下してくると推理できる。大晦日って明日じゃないですか。全然余裕ないですよ。だけど一歩前進だね。すごいよかすみ、探偵みたい。いやー、本当に探偵なんだよ。まあいい。問題は謎の少女の方かな。できれば接触したいんだけど。初音班のお話やと時代かかった話し方をしはるみたいよね。もしかして古くからのお家のお嬢はんやったりしはるんやろうか。だけどそれだけじゃちょっと探し出すのは難しいだろうね。外見的な特徴とか年齢とか、もう少し手がかりが欲しいけど。外見か。あ、そうだ、腰のあたりに正月飾りをつけてたよ。だいぶ斬新なファッションをしてやがるですね。そういうのは家に飾っておくもんですよ。でも調査する側としては好都合だ。そんな装いの人めったにいないだろうからね。他に何か覚えていることはないかな、初音さん。その正月飾り、確かいのりちゃんの顔がくっついてたよ。それはどういう状況なんだ？いのりくんの頭を腰にぶら下げていたということかい？そんなわけねえですよ。それ、あたしの顔が書いてある缶バッジじゃなかったですか？そうそう、いのりちゃん何か知ってる？知ってるも何も、あたし金星の正月飾りですよ。掃除がてら森の祠に飾ってやったです。つまり少女はその祠から正月飾りを持ち出しているということだ。足取りを追うならまず祠を渡ってみるべきだろう。子供の足ならそんなに行動範囲は広くないだろうしね。なるほど。でもなんでそんなことしたのかな。いのりちゃんの缶バッジが可愛くてついとか。動機については本人を捕まえて尋ねるしかないな。とにかく取っかかりはできたね。それだけでも前進だ。まずは森に向かって少女の正体や行方を探ろう。隕石の飛来について何か知っている可能性が高いしね。というわけで女子くん、いのりくん、祠まで案内を頼めるかい？地図にも載っていないし、闇雲に探すのは現実的じゃない。はあ、なんで私がただ働きしなきゃならないんです？あの祠って森の奥の方にあったし、また戻るなんてまっぴらごめんですよ。
もしも最後まで協力してくれはるんやったら、ちゃんとお手伝いのお礼払わさせてもらいますけど。いくらです？せやね。経費とかもろもろ入れて、このくらいやったら納得してもらえますやろか。普段もらってるお小遣いとか比較にならない高賃金じゃないですか。こいつはでかいしのぎ。やるです。やらせてほしいです。真帆さん、もともとは私が持ち込んだ話だし、いのりちゃんへのお礼は私も。気使わんといてくれやす。初音はんってしおりはんと正反対な性格のようで、根っこは同じくらい真面目なんよね。予知夢が本物ならランドソル全体の問題どす。カオンのギルドマスターとしてできることは何でもやらせてもらいますえ。私も同じ気持ちだ。ランドソルがなくなってしまうと探偵も廃業だからね。それじゃあ話もまとまったところで、力を合わせて隕石落下を阻止しちゃうよー。おー！森の奥って聞いてはいたけど、本当に奥地なんだね。初音さん、足元は大丈夫かい？ちょっと大変かも。君と初詣に行くときは何か工夫した方がいいかな。初音さん、ショシ君と初詣に行くのか？完全に出遅れてしまったじゃないか。二人きりで？それともみんなで？まずは落ち着くんだ。今の発言から推理できることは。かすみ、前見て歩かないと枝にぶつかるですよ。すまない女子くん、考え事をしてて。ちょっと見せてくれる？よかった。腫れたりはしてないね。ありがとう初音さん。これからは集中するから、なんとか夢の中の少女を捕まえて話を聞かないといけないしね。あの祠です。確かに私が作った正月飾りが消えてるですね。他に何か午前中に訪れた時から変わっていることはないかい？どんなに些細なことでも構わないよ。変わったところですか？あれ？そういえば祠の扉って開いてたですかね。中を掃除しようとした時は開かなかった気が。中は空っぽみたいだよ。あの女の子が持って行っちゃったのかな。この祠も相当古そうだから、盗難や風化で中身が空になっていてもおかしくはないけれど、午前中は扉が閉まっていたのなら持ち去られた可能性はあるね。一体どんな神様だったんだろうね。いろいろな神様について記された本を今回の調査のために持ってきているんだけど、祠の形状からして祀られているのは森神と呼ばれる神様だろう。遠い昔にごく一部のエルフ族から信仰されていたらしい。初音さんはエルフ族だけれど聞いたことはあるかい？だけど
ずっと忘れられてたんならきっと寂しかったよね。君といのりちゃんがお掃除してあげて森神様も喜んでくれたんじゃないかな。いかにも放置プレイをされ続けて気がつけば数百よね。久方ぶりに捧げられた信仰心が五臓六腑に染み渡ったぞい。誰かいるの？刮目せよ、わしこそが神様じゃ。そこの小娘と少年の捧げた信仰心により復活を遂げたのじゃ。この子夢で見た女の子だけど神様だったの？人は見かけによらないけど神様も見かけによらないね。手がかりどころかいきなり本人が捕まるとはね。お手柄だよ女子くん、いのりくん。ということは、こいつは町の非常時に何もせず焼きもろこしをかじってただけの神ってことになるですよね。廃れて当然じゃないですか？いや、何の話じゃ？初手から好感度低めの反応をされておるが、わしは大昔から感謝されるようなことしかしとらんぞ。まあその件については未来の話だからね。ちなみに感謝されることって具体的に何をしてたのかな？わしは気配りのできる神様じゃからな。西に唐揚げを山盛り作った若者あればそっとレモンを絞ってやり、東のピザパーティーではピザにそっとパイナップルをのせ、南の流しそうめんにはチェリーを追加したものじゃ。北で焼き鳥の串をあらかじめ抜いてやった時には皆誰がこんなことをと感涙にむせび泣いたものじゃが。それって本当に感謝して泣いてたのかな？ちょっと違うベクトルだと思うんだけど。多分善意から邪悪な振る舞いをするタイプの神ですよ。速やかにぶちのめして未来永劫封印した方がいいです。どうにも伝承通りの神様だね。本の記述によれば他の有名な神々に匹敵する力を持ってたのに、空気が読めずやることなすこと裏目に出て信仰を失ったとあるよ。違う、それは誤解じゃ。今回も小娘と少年の願いを叶えてやったというのに、なんでそんなひどいことを言われなければならんのじゃ。そういえばお年玉をリクエストしたですよ。ちゃんと元旦にがっぽりもらえるですよね。がっぽり？わしはお主らの望み通り、この先の人生が困らなくなるお年玉を一つ呼び出してやっただけじゃが。一つ？お年玉をくれるですよね。いつになったら大金持ちになれるのかって聞いてるですよ。いやいや、なんでそこでお金の話が出てくるのじゃ。玉を落とすのとお金は無関係であろう？いのりくんのお年玉と森神様のお年玉ってどうも意味が食い違ってる気がするね。森神様は具体的にどんな願いを叶えたんだい？命ある者がその生を全うしようとする限り、困らない、心配のない人生などというものはありえぬ。長くなりそうなんで結論だけお願いするです。要するにお年玉でみんな吹っ飛べば先々の人生で困ることはあるまい。何せそこで終わりなんじゃからな。は？吹っ飛ぶ？こいつ何を言ってやがるんです？全然意味がわかんねえですよ。まさかとは思うけれど、そのお年玉って大きくて空から落ちてきたりするのかい？
できる限り高い場所からの方が確実かと思ってな。なるほど。ということはつまりどういうことかわかるかい女子くん。まさかお年玉の代わりにどでかい隕石をお年玉にしたってことですか？そんな斜め上の解釈するやつなんているわけねえ。いや、よりにもよって身内に一人嫌がるのです。しかも明確な悪意を持ってやってるババアが。だとしてもレアケースな勘違いなのは確かだけどね。結論としてはいのりくんの願いが元凶ってことでいいのかな。そのまとめ方だと私が悪いみたいじゃないですか。お前の勘違いなんですから早くどうにかするですよ。こんなの責任取れねえです。つまりすみません、もしかして願いが間違ってましたでしょうか。昔からよく実行する前に相談しなさいって注意されることが多くて。何もかも根本から全部間違ってやがりますよ。ランドソルが滅んじまったらどこでお年玉を使えばいいですか？ごめんなさい。というわけでお年玉というのは正月に子供にお金を渡す風習のことで、何かしら休憩のものを落とすことではないんだ。本当に悪気があったわけじゃないんです。最近のトレンドとかわかんなくて。お年玉にトレンドもへったくれもないですよ。なんで子供でも知ってるようなことを神様が知らないですか？お年玉の概念がなかったこと自体は嘘じゃないと思う。数百年前ごく一部のエルフ族から信仰されてた神なんだ。貨幣経済の概念がなかった可能性もある。昔なら物々交換だけで暮らしてる村もありそうだし、お金がなかったらお年玉の風習もないよね。でも知らないって言ったら田舎者扱いされると思って。根本的に根性の苦楽から解放されたいという意味なのかと。すごいね。こういう話を聞くと本当に神様なんだなって思っちゃう。漫画に出てくる魔王みたいな発想ですよ。うちのボスでもなかなかここまではやらねえです。申し訳ございませんのじゃ。何もかも早合点したわしの責任じゃ。なんでお主が謝るんじゃ？お兄さんは悪くないですよっていうことにしておかないと私まで責任を問われそうなんで、そういうことにしておくです。じゃあもう誰かを責めるのはおしまい。森神様も恥ずかしくてもわからないときは質問しなきゃ。これからはみんなで気をつけていこう。有意義なアドバイスには感謝しますけど、このままだと実践するのはあの世に着いてからになるですよ。そうだよね。まずは隕石を何とかしてもらわなくちゃ。呼び出すことができるなら消すこともできたりしない？いや、それはできんのじゃ。わしの願いを叶える力は強力ゆえに、一度発動してしまうと取り消しは不可能なんじゃよ。じゃあこいつをナイトメアに突き出して町のみんなを避難させればいいですよ。証人がいれば話を聞いてもらえるんですよね。森神様の話ってちゃんと聞いてもらえるかな。私の予知夢だって簡単には信じてもらえなそうだったし。
正直難しいと思う。荒唐無稽なホラ話として取られてしまう可能性が限りなく高い。まして年末なんだ。ナイトメアもあちこちの警備に走り回っていて手が足りない状態だろうしね。別の対応策か。超魔法でも壊せなかったし、いのりちゃんのドラゴンパワーでなんとかならない？いくら超有能なドラゴン族だって無理なもんは無理ですよ。聞いた限りじゃかなりの大きさですし、こっちが押しつぶされるです。火を吹きかけたくらいじゃどうにもならねえですよ。そうだよね。どうしよう。森神様、願い事を取り消すのは無理だとして追加で別の願いを叶えてもらうことはできないかな。それならできるぞ。新年を迎えるまでにあと2つ叶えられる。そうなの？っていうか期限と回数がずいぶん具体的だね。本によると森神様信仰では祈りを捧げることでその年の間に3つ恩恵を受けることができるらしいんだ。この恩恵っていうのが願いを叶えてもらうことなんじゃないかな。いかにも。じゃがその願いをもってしてもすでに願ったものを撤回することはできん。やっぱりそういう使い方は無理なんだ。ちょっと思いついたんだけどな。そんなに難しく考えずもっとシンプルな願いにすればいいんじゃないかな。どういうこと？かすみん。隕石をなかったことにできないなら迎撃すればいい。残り2つの願い事を駆使して落下前に破壊してしまうんだ。お願い事を使って隕石を壊すって隕石を壊してくださいってお願いするってこと？それで大丈夫なら話は早いんだけど今まで提案をしてこなかったってことはストレートにお願いしても効果はないんだろう。違うかい？いのりくんのケースでもそうだけれど彼女が願ったのはお年玉が欲しいだ。その願いは曲解されてしまったが具体的にお年玉が叶えられることになった。きっとただ漠然としたお金持ちになりたいという願いだったら。そうじゃの。叶えることはできなかったじゃろうな。この世からテストをなくしてほしいは叶えられぬが勉強のための参考書が欲しいは叶えてやることができる。なるほど。今回のケースならどう隕石を破壊するのか大砲とか魔法とか具体的な手段を提案しないとダメってことかな。そうしないと誰かを呪ってくれとか言い出すやつが出てくるからの。わしの願いは誰かの不幸や悩み苦しみを癒すために使われるべきなのじゃ。でどこから突っ込めばいいんです？結果論ではあるが確かにそういったものから解放はされるね。とにかく基本的なルールも分かったし何を願うか考えていこう。森神様は隕石呼べるくらい強い力を持ってるんだから同じくらい強い何かを用意してもらえればなんとかなりそうじゃない？待て待て、焦るでない。残りの願いを叶えるにはちと力が足りておらぬ。隕石を呼ぶためにちょっとばかり無理をしたからの。そうなんだ。
力を取り戻すにはどうしたらいいのかな。ご飯をたくさん食べるとか。いな、信仰の儀式が必要じゃ。まさか生贄をよこせとか言わないですよね。私は美味しくないから他のやつにするですよ。そんな真似はせんわい。わしが欲しいのは信仰の力、儀式の力。人々と共に楽しく正月を迎えるため厳かな準備が必要なのじゃ。というわけで人を集めてくれぬか。信仰さえ取り戻せれば必ず願いを叶えると約束しよう。これって何の集まりなんですか？説明は聞いたけどまだちょっと理解が追いつかなくて。美里とお昼を食べた帰りに呼び止められて来てはみたけど、正直にわかには信じがたい状況ね。いや、大丈夫かこのメンツ。厳かな儀式と信仰には程遠そうなんじゃが。クスクスクス、ご心配なく。このお方を救うための儀式であることはもちろん把握していますわ。この小さいのが全ての元凶だということも含めて、どう責任を取らせるべきか、それはまだ思案中ですが。クス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 。いや、反省はしておりますので、斧はしまっていただけますでしょうか。それじゃあ顔合わせも済んで親睦も深まったことだし、森神様、儀式って何をすればいいのか教えてくれる？説明しよう。わしの力を復活させる正月の儀式とはこれじゃあ。これはおもちゃ？羽子板、カルタ、すごろく、全部正月に関係のある遊びですね。もしかしてこれで遊ぶのが儀式ってこと？そうじゃ。お正月の遊びを通じて新年の到来を喜び、信者同士で親睦を深め、わしへの信仰の気持ちを新たにする。それこそが森神流正月の儀式なのじゃ。誰も遊んでくれないからって神様権限で義務化したわけじゃないぞ。本当に楽しそうな儀式でよかった。もっと大変そうなイメージだったよ。どれも勝ち負けがある遊びみたいなんで本気でやるしかねえですね。負けるのはつまんねえですからね。やる気があってよろしい。どの遊びもなかなか体力を使うゆえ、手分けして遊びまくり、信仰心を高めていくのじゃ。ふふん、私たちは羽根つきで勝負ですか。若くて運動神経がいい方が有利ですけど大丈夫です？あら、心配してくれてありがとう。二度と笑顔で羽根つきできないようにしてあげるわ。盛り上がるのはいいけど喧嘩はダメだよ。平和的に本気の勝負だよ。まずは一発かましてビビらせてやりますよ。おりゃなんてパワーとスピードなの。さすがはドラゴン族。まともにやっても勝ち目はないわね。祈り様の恐ろしさが分かったですか？降参して他の人と交代してもいいですよ。お断りね。こちらも奥の手を使わせてもらうわ。アンチエイジングのために研究していたこの飛躍で
明らかに人間が放っちゃダメなオーラが体から湧き出てるですよ。今からでも謝ったら許してもらこれで筋力と肌のツヤは人並み以上に向上したはず。効果がどれほどのものかあなたで検証してあげるわ。食らいなさい、ブラッディローズストライク。何も飛んでこない。どうしたです？この薬、筋力は強化できるけど関節のフォローは忘れてたわ。もしかして肩とか腰とか痛めたですか？棄権するなら私の勝ちですね。ちょっとでも動くとものすごく痛い。私のバッグに湿布が入ってるから誰か取って。というわけで美月先生には木陰で休んでもらいました。森神様、一つ遊びが終わったけど力は戻ってきた？かすかではあるが手応えは感じておる。この調子でどんどんやってくれ。今度は私とかすみさんの番ですね。遊ぶのはカルタですか。手加減しませんわ。クスクス。君にはあまり体を動かさない穏やかな遊びに参加してほしくてね。いろいろと評判は聞いているもので。クスクス。そんなに警戒しなくても大丈夫ですよ。かすみさんに興味があって仲良くお話をしてみたかったですから。そうなのかい？エリコさんからそんな風に思われてたなんて意外だな。遊びながらでよければ何でもこの探偵に聞いてくれたまえ。では遠慮なく。ずいぶんあのお方と仲がよろしいようですが、普段ご一緒されてる時にどんなことをしてらっしゃるのかと。よし、雑談はやめて集中しよう。誰か読み札を読んでくれないか？一刻も早く。それじゃあ初音ちゃんがやります。森神様、これが読み札でいいのかな？そのカルタは特に気に入っておってな。なんと参加者の思い出が絵札と読み札に反映されるのじゃ。遊びながら過去を振り返ることで新年の目標も立てられるように、わしの力でそういう細工を施したのじゃよ。じゃあ今回はかすみんとエリコちゃんの思い出がカルタの札になってるってことだね。なんだか面白そうだし、初音ちゃんも気合い入れて読むのだ。待ってくれ、嫌な予感が。それじゃあ1枚目、ミスティ、セオリー、トゥルーリー、マジカルリボー。すごい勢いでいったね。そんなに力いっぱいやったらエリコちゃんが怪我しちゃうよ。あれくらいなら問題ありませんわ。クスクス。さあ次は取らせませんよ。それじゃあ2枚目を読み上げるのだ。仮にもあなた様の体の一部にハサミを入れるなんて、なんと背徳的な。さっきまで絵札があったところに穴が開いておるんじゃが、力加減を間違えましたわ。クスクスクス。絵札自体がなくなってしまったので今のは無効といたしましょう。終わる頃にはどうなってしまうんじゃ、わしのカルタ。それだけ2人とも真剣にやってるってことだよね。
道具は大切に使ってほしいかな。気を取り直してどんどん読むよ。愛の力で犯人確保、ミスティーラ。運命で結ばれているとは言っても、私は結婚前。そんな大胆なことは。カルタの札はもう諦めるですよ。はい。というわけで結果は、かすみん23枚、えりこちゃん0枚。かすみんの勝ち。2人ともなんかぐったりしすぎじゃない？確かにカルタの枚数が半分になっちゃうくらい激戦だったけど。というか、おの女の方はやる気あったんですか？毎回絵札を塵に変えるせいで1枚も取れてなかったですよ。あのお方と二人きりで過ごした時間は私だけのものですわ。玩具ごときに土足で踏み入られるのは我慢ならなくて。ありとあらゆる秘密を暴露されそうになったよ。設計ミスじゃないのか、これは。なんじゃろう。ごめんなさい。でも必要を上回る真剣勝負をしてくれたおかげで、かつての力を取り戻すまであと一歩じゃ。それじゃあ最後は私、しおりん、君の3人ですごろくだね。こういう遊びをするのってすごく久しぶりな気がするよ。2人とも小さい頃ならやってたけど、今はお互い別々のところに住んでるしね。せっかくだから思いっきり楽しんじゃおう。森神様、これには特に仕掛けはないの？もちろんあるぞ。すごろくの各マスにはわしが考えたイベントが記されておる。駒をそこへ進めたら書いてある通りにせねばならんのじゃ。なんだか楽しそう。一番を目指して頑張ってみるね。真剣勝負だから手加減しないよ。それじゃあまずは初音ちゃんからスタート。サイコロを振って4、1、2、3、4。なになに？右隣の人と指を絡めながら肩を寄せ合う。私の右隣ってあなたですね。つまり無理恥ずかしくてできるわけ。うわー、勝手にどうじゃ？信者同士が儀式を通して仲良くできるようラブラブなイベントマスを盛りだくさんで作ってあるぞ。ちなみにズルできぬよう強制力も持たせてある。今のところ修羅場になる未来しか見えねえですよ。1マス目から沸騰しちゃいそうだよ。君はどうして平気そうにしてるの？嫌だったりしない？そっか。それじゃあもうちょっとギュッてしてもいい？君の手を握ってるとなんだかホッとするし。次は私ですね。私もサイコロを振って6だから、左隣の人とほっぺたをくっつける。左隣は私だ。あれ？かすみさん、すごろく担当じゃなかったですよね。どうしてそこに？こっちはカルタで胃に穴が開くような思いをしたっていうのに、
しおりさんたちはずいぶん楽しそうだと思ってね。こんな都合のいいもとい困難を極めるすごろくは私こそが対処するべきですわ。私も黙って見ていられないわ。これ多分結婚マスとかもあるのよね。あるわよね。みんなやる気満々じゃのう。いいぞ、信仰心が集まってくるぞ。このまま全員参加してしまえ。ほれ、ドラゴン族の娘もじ私は遠慮しておくですよ。変なマス踏んだら他の参加者に袋叩きにされそうですから。特に小野女は絶対見逃してくれそうにねえです。よし、膝枕マス。対象はみつきさん。失礼ね。私の膝枕の何が不満だっていうの？私はやったわ、結婚マスよ。愛し合う二人で指輪を交換し合う。でも結婚相手エリコさんになってますけど。え？ゃ。いくらお相手が見つからないからってギルドの仲間を道連れにするのはどうなんですか？なんかすごいことになってきちゃった。次はまた私の番だけど、君と一緒にドリンクを飲むだって。なんだかデートみたいだね。ずるい。よくできたすごろくですよ。下心のあるやつにはちゃんとパッチが当たるようになってやがるです。たまたまだと思うよ。すごろくなんて運だし。私あなたに耳かきしなきゃいけないみたいです。膝の上に頭を乗せてもらえますか？こんなのインチキです。1、2、3。上がり！やったー！初音ちゃん3番なのだ。おめでとう、お姉ちゃん。あなたが途中から追い上げて一番になったのは驚いたけど。まったくだよ。女子くんがさっさと上がってしまったから残る参加者は大変なことになってしまったけれど。今度は2つ右隣の方の耳に息を吹きかけるとありますが、もうあなた様はいらっしゃらないので。私ね。はい、じゃあエリコちゃんどうぞ。どうも。そろそろ勘弁してやったらどうですか？全員目が死んでるし、控えめに言って地獄絵図になってるですよ。そうじゃの。信仰はもう十分集まったし問題はなかろう。お疲れ様じゃった。それで儀式はこれでおしまいなの？森神様あんまり変わった感じしないけど。最後の仕上げが残っておる。正月の遊びを通して楽しんだ後は祠に向かって一度両手を打ち斜め45度にお辞儀して完了じゃ。細かい差はあるけど一般的なお参りの作法に近いね。初音さん、さっさとやりきってしまおう。それじゃあみんな祠に向かって。これでいいのかな？森神様？来た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 ！久しいぞこの感覚。全身に活力がみなぎってくるのじゃ。おー
森神様の体から光が。もしや力を取り戻して本来の姿に戻るってありがちなやつですか？私より大きくなっても嫌味を言った仕返しなんて真似はしねえですよね。森神復活、森神復活、森神復活なのじゃ。刮目せよ、これこそわしの真の姿ぞ。これが森神様の真の姿。ところでどこが変わったの？前髪？素人には分からんようじゃな。まあ外見はどこも変わっとらんのじゃけど。刮目して損したですよ。結局チンチクリンのままじゃないですか。まあ外見は関係ないから、ちゃんと願いを叶える力は取り戻せたんだよね。もちろんじゃ。お主らの助けもあってバリバリ全開じゃぞ。バリバリ全開っていうのは意気込みの話で、数は2つじゃからな。あとは何をお願いするか考えないといけないね。隕石を壊す具体的な方法を伝えなきゃいけないから。それって願い事一つで済むわよね。枠が余ってるならなかなか手に入らない薬草が欲しいのだけど。ちょっと待ってくれ。確実に実現できるのはあくまで隕石破壊の手段なんだ。一枠だけで足りるかはわからないよ。確かに具体的なイメージさえあれば、わしはあらゆる武器や魔法を実現してやることはできる。だがその結果までは保証できん。未来予測なぞわしには無理じゃ。そんなことできたら信仰だって途絶えておらんのじゃ。それゆえにピンク髪の娘の力には驚いておるのじゃが、どういう理屈で予知夢など実現しておるのじゃ。そう言われると説得力ありますね。ってことはこいつの力を隕石に試せるのってたったの2回だけってことですか？チャンスが少なすぎない？もしダメだったらその時はどうするの？どうにもならない。だからこそ最善を尽くすしかないんだ。失敗した後の平穏を願うのはナンセンスだしね。物理計算なら手伝うわ。やれることをやりましょう。クスクス。壊すことでしたらいくらでもやりますわ。私とこのお方の未来のために。みんなで知恵を出し合えばいい案が思いつくかも。そうだよね、お姉ちゃん。君も最後まで手伝ってくれる？ありがとう。どんな方法があるか思いつくだけあげてみよう。簡単な話です。隕石を粉砕できるくらい巨大な斧を用意して砕いてしまえばいいのですわ。クスクスクス。普通なら不可能だけど、森神様の力で実現できたとして、隕石の大きさをこれくらい、速度はこれくらい、迎撃する高度をこの辺りと仮定すると、なるほどなるほど。全然わかんない。せやお姉ちゃん、さっきあんなこと言ってたのに寝ちゃダメだよ。お願いだから起きて。あれ、また予知夢の中？
もうダメだ。ランドソルはおしまいだ。あんなものがぶつかったら草一本残らないぞ。カルミナのライブのチケット当たったばっかりだったのに。カルミナお兄さんもいるし、やっぱり予知夢の中だ。でもまだ何も対策を用意できてないよ。何を言っているんですか？クスクスクス。私たちは隕石を壊すための力を森神から得たはずですよ。あれ、エリコちゃん？今まで夢に出てきたことないのに、どうして？何やら混乱しているようですが、どうぞご安心ください。あのお方の平和と安全は、刃渡りが王宮の戦闘の高さより長いこの超度級両手斧が守り抜きますわ。でっかい！すごく大きくて強そう！クスクスクス。これだけ巨大なら確実に隕石を破壊できるはず。さあ、あとは待ち構えるだけです。もしかして夢の中だけどハッピーエンド？ところでこれどうやって振り回すの？斧なんですから、もちろん絵を。あら、絵の太さを見誤りましたわ。これでは持てませんね。いやお姉ちゃん、起きた？今は大きな斧を用意してもらう方向で話し合いを進めてるところだよ。ストップ！それはダメ！その案だと結局斧が触れなくて失敗しちゃうよ。眠っていたのに議論は聞いていたなんて器用な女ですね。巨大すぎる斧は誰も持てないと美月さんが話していたところですわ。初音さん、もしかして今議論の結果が実現された未来を予知夢で見てきたのかい？そうだよ。エリコちゃんが斧を振ろうとしたんだけど、柄が太くなりすぎて持ち上げられなかったんだよ。これだ！どれ？初音さんの予知夢を利用すれば、その方法で隕石が迎撃できるかシミュレーションできるんだよ。だからアイデアを伝えて眠らせちまえば事前に結果がわかるってことですね。かすみ、やっぱり天才だよ。私の力というか魔法が役に立つんなら何回でも寝てあげるからね。よし、どんどんアイデアを出していこう。無茶な内容でも構わない。試せるだけ試すんだ。逆の発想はどうかしら。隕石が落ちてきても生き残れるくらい自分たちを強化するの。森神様から材料をもらってそのための薬剤を調合したわ。これを飲めばありとあらゆる衝撃に耐え、熱を防ぎ、寒さをしのぎ、傷は一瞬で再生し、お肌は潤いを取り戻す。たとえポストアポカリプスの世界でも生き残れるの。これらの性質を得るためにアルマジロとダチョウとクマムシを足して割ったような姿になるけど、些細な問題よね。それくらいならってダメだと思うよ。完全に魔物の類になっちゃってるもん。やっぱり副作用を説明したら誰も飲んでくれなくて。まあ私も飲んでないけど。やっぱりダメだなって分かってたよね。そしてもう隕石がそこまで来てる。うわも
森神様の力を借りてとても強力な矢を用意してもらったよ。これなら空の隕石にだって届くはず。頑張ってしおりん。ランドソルを救ったらヒーローだよ。しおりんが主役の小説とか発売されちゃうかも。集中したいから変なこと言わないで。届け、エンチャントアロー。やった矢が隕石を貫いたよ。貫いた？ごめんお姉ちゃん、矢が貫通して通り抜けちゃったみたい。作戦失敗だね。いやここはシンプルに魔法で迎撃しよう。私と初音さんの魔力を限界まで強化できるアイテムをもらったから、2人で力を合わせて破壊するんだ。任せて。魔力を強化するアイテム？強化されるのって魔法だけ？そうだよ、初音さん魔法使いなんだろ。一番火力を出せる魔法を使ってくれ。そっか、かすみんには事情を説明してないもんね。作戦失敗なのだ。という感じで全部失敗だったよ。なんか失敗続きでぐったりしてきちゃったかも。ありがとう。でもここで頑張らないとランドソルが救えないからね。初音ちゃん頑張っちゃうのだ。というわけで君はどうかな？何か良さそうなアイデアはある？拳で隕石を砕くの？ふむ腕力をすっごく強化してくれるグローブを森神様にお願いするんだね。試してくる。すやー。森神様に作ってもらった最強のグローブ。初音ちゃん隕石なんかに負けないよ。シュッシュッって思ってたんだけど、そもそも拳が届く位置まで隕石が近づいてきてたらもう手遅れだよね。うわー！ごめんね。せっかく提案してもらったのに結局失敗だったよ。これはいよいよ頭脳担当の私がアイデアを出さないとダメみたいですね。まずはわかった。じゃあいのりちゃんが大活躍してなんとかする未来を見てくるね。すやいや、聞いてから眠り上がれですよ。そもそもそんな雑な感じでも OK だったんです。初音さんの気持ち次第な魔法ってことなんだろう、多分。また町に戻ってこれた。今度はどうなってるかな。さて、答え合わせだ。推理が正しければ。あれ？かすみ？いのりちゃんが活躍する未来を見に来たはずなのに。来たか。よし、いのりくんに迎撃の合図だ。いのりちゃんに合図ということは、おっせーですよ。まったく森神の力で巨大化した祈り様ならあんな石ころ一発でバッキバキの粉みじんにしてやるですよ。なんかでっかくなってる。これがいのりちゃんが何とかしてくれる未来ってこと？バ
宣言通りバッキバキの粉々ですよ。ランドソルの連中は一人残らず私に感謝しやがれです。すごいよ、いのりちゃん。ランドソルの未来はいのりちゃんにかかっていたんだね。早くみんなに教えてあげなくちゃ。というわけでいのりちゃんを巨大化してビームを撃てるようにします。じゃねえですよ。何勝手なこと言ってやがるんですか。だいたい今の説明だと私である必要性皆無ですよ。私はドラゴンじゃなくてドラゴン族です。そんなことしてドラゴン族に変なイメージがついたらどうするですか。絶対にお断りです。そうか、残念だ。真帆さんも君には期待していたんだけどな。依頼を途中で降りてしまったと伝えておくから。それは困るですよ。巨大化してもちゃんと元に戻れるですよね。安心しろ、それくらいなら十分可能じゃ。まあそれで隕石が破壊できるかは前言通り保証しかねるが。適当なこと言いやがりますね。でもこうなったらやってやるですよ。成功したらどいつもこいつも全力で私をたたえやがるです。これで隕石を迎撃する準備はできたね。かすみ、この後はどうしよう。細かい打ち合わせとかした方がいいのかな。それは明日の午前中に回して、今日はもう休もう。隕石の落下地点の絞り込みもやりたかったけれど、それには町の人たちに話を聞く必要もあるし、今からじゃ難しいのは。でも成功した夢の風景は教えてくれるかな。ノーヒントで場所を特定するのは難しいから、特徴的な屋台や建物があれば教えてほしい。そういうことなら絵を描いてあげるね。かすみ、紙とペン持ってない？私の万年筆と手帳でいいかい？はい、どうぞ。魔法でさささーっと。はい、これでどうかな。すごい。ペンが勝手に動いて風景画を完成させたですよ。なるほど、見たところ繁華街かな。焼きもろこし屋の屋台が目印になりそうだ。ありがとう。明日町の人たちに聞き込みをしながら探してみるよ。よろしくね、かすみ。それじゃあ一度解散して朝になったらここに再集合。森神様もそれで大丈夫かな。問題ない。わしのせいでこんなことになってしまってすまんの。なんとかなりそうでほっとしておるのじゃ。きっとなんとかなるから大丈夫。後から集まってくれたみんなも付き合ってくれてありがとう。解決のめどが立ったようでよかったわ。それじゃあ私たちも失礼しましょうか。また何かあればお呼びください、あなた様。エリコはたとえ隕石がぶつかったとしてもあなた様と一緒にいますわ。クスクス。私たちも帰ろっか。今日もお姉ちゃんの家に泊まってもいい？もちろん。あ、君も途中まで一緒に帰ろうよ。同じ方角だし。最初はどうなるかなって思ったけど、ちゃんと隕石を壊す方法は見つかったし、予定通り初詣に行けそうだね。女子くん、その初詣の件なんだが、初音さんたちとの約束が済んでからで構わないから、私とも一緒に行ってくれないか。全くもってデートをしようなどという考えはないのだが、あ
改めて説明させてもらうと、年始の混雑した神殿などでうまく人混みに紛れて尾行ができるかを確認したいという。ダメ。そうじゃなくて、かすみんも一緒に行こうよ。本当は元旦に彼とお参りしたいんだよね。なのに私が先に約束しちゃってたから。そうだけど、本当にいいのかい？みんなで行った方が絶対楽しいもん。もちろんいのりちゃんも来るよね。私もですか？まあ、ファミリーの行事は午後からですし、それまでなら付き合ってやってもいいですよ。かすみさん、もともと私もお姉ちゃんたちと一緒に初詣に行く予定だったんです。だから遠慮ならしなくても大丈夫ですよ。そうなのかい？私はてっきり先にデートの約束をされてしまったものだと。デートじゃないよ。まだちゃんとしたお付き合いはしてないし、初音ちゃん、こういうのって順番が大切だと思うから。甘ったるくて聞いてられねえですよ。はあ、今日は疲れた。しおりんもありがとう。明日こそお家でゆっくりしてて。たくさん無理してもらっちゃったし、倒れちゃったら大変だもん。お疲れ様、お姉ちゃん。本当に明日は手伝わなくていいの？あとは私やかすみん、いのりちゃんの頑張り次第だから、信じて待っててほしいのだ。って言っておかないとランドソルまでついてきちゃうもんね、しおりん。というわけで明日早起きできるように寝るね。おやすみ。つや。昼間あれだけ寝たのにすぐに寝ちゃった。あれ？また街の中だ。もう結果は分かってるのにな。宣言通りバッキバキの粉々ですよ。ランドソルの連中は一人残らず私に感謝しやがれです。よかった。これでハッピーエンドだね。だからそろそろ平和な夢を。待ってくれ。しまった。破片のことまで想定してなかった。砕かれた隕石が雨みたいに降り注いでくるぞ。なにこれ？嘘だよね。昼間見た夢って隕石を壊して終わりじゃなかったの？見通しが甘かったみたいだ。ごめんね、ショシ君。どうしよう。みのりちゃんの力だけじゃ破片の被害まで防げないんだ。なのに私大丈夫って言っちゃったよ。早く起きなきゃ。みんなに伝えないと。まだ考えなきゃいけないことが残ってるって。起きてる。現実？お姉ちゃん、大丈夫？すごくうなされてたよ。また何か困ったことがあったの？ごめん、しおりん。私すぐ彼のところに行ってくる。お姉ちゃん、待って。
なるほど、よくわかったよ。女子くんはいのりくんに打たせるビームの色は青色がいいと思うんだね。私は紫色の方が好みじゃねえですよ。まずは確実に隕石が壊せるビームの性能について検討を重ねやがれです。そうじゃな。もっと中身のある議論をするべきじゃ。効果音はポップな感じが良いかの？それとも重たい感じが良いかの？音はギャイーンって感じの派手なやつがこれも違うです。威力の話をしろって言ってるですよ。着いた。よかった。みんなもう集まってたんだね。ちょうど今いのりくんの巨大化や放つビームの条件を検討してたんだ。物理計算も必要だから美月さんにも来てもらってるよ。それはそれとしてビームの色は赤がいいと思うの。シンクのバラの色がやっぱり美しいと思うわ。こんな連中に命を握られてるなんて分かってるですか？失敗したら私の顔面が隕石にへこまされるかもしれないんですよ。そのことなんだけど、実はいのりちゃんが隕石を破壊しても顔面はへこまされちゃうかもしれないの。え？はあ！隕石を砕いても結局破片が降り注いで街はボロボロ。そんなの聞いてねえですよ。本当にごめんね。まさか予知夢に続きがあるなんて思わなくて。初音さんのせいじゃない。そもそもあなたが予知夢を見てなかったらみんな何も知らずに大晦日の夜を迎えていたんだ。すでに大晦日だし夜まで時間がない。今すぐ破片への対応策を考えよう。つまり3つ目の願い事も使っちまうってことですか？余ったら大金持ちにしてもらおうと思ってたのに。貴重な薬草が手に入らなくなるのは残念だけど、最高の薬ができたって患者が全滅では意味がないわね。何をお願いすればいいのかしら？問題はそこだ。昨日のようにアイデアを出し合って初音さんに予知夢を見まくってもらうという手もあるが、なるべく急ぐけどもしかしたら夜に間に合わないかも。そうなんだよ、時間がない。落下地点の絞り込みもこれからやるつもりだったし。よし、分担しよう。こうなった以上市民の避難も再検討したい。そうね、君なら協力を得られるかも。でもそれ以上に大切な仕事があるでしょ。女子くんには初音さんと一緒に破片の対策をお願いしたい。避難経路の確保は真帆さんに動いてもらえるようにお願いしよう。分かったわ。私は怪我人が出た時に対応できるよう準備しておくわね。私のせいだ。もし昨日の時点で破片のことが分かってたら避難の話だってもっと早くできたはずだし。そうだね。まだまだ諦めたらダメだよね。破片への対応策は初音さん、女子くん、森神様任せたよ。それ以外のメンバーは私と一緒に隕石の落下地点の絞り込みだ。よし、それじゃあみんな行動開始だ。街全体を覆うような大きな傘を作って破片を跳ね返すとかどうかな。一つずつ撃ち落とすよりは現実的に思えるが、一気に破片が落ちてきた時持ちこたえられるのかの？
とにかくいっぱい試して絶対に方法を見つけよう。さて、町に戻ってきたね。2人には聞き込みを手伝ってほしい。ご覧の通り、町では屋台の準備が進んでいる。それで焼きもろこし屋の出店場所を確認してほしい。中年の男性が店主をやっている店だ。描いてもらった絵だとその辺りで私が隕石を迎撃してたですからね。落下地点が分かったらみんなの配置を考えよう。何もかもが予知夢の通りになるとは限らないから、全方位を見張れるようにしておきたい。予想外の方角から隕石が飛んできてもすぐにいのりちゃんに教えられるようにすることが大切ね。聞き込みの道中で花火も用意しておくわ。何かの時に合図に使えるでしょ。いいアイデアだね。距離が離れていてもよく見えるはずだよ。それに一般の人たちを怯えさせないで済むだろうから。いのりくんが隕石を視認できれば、あとはビームを命中させるだけだ。なんかしれっと高速で飛んでくる隕石に視認で狙いをつける流れになってないです？そんなの可能なんですか？最後はもちろん気合だよ。途中まで真面目に作戦立ててたのに最後で投げやりになるのはやめるですよ。あとは避難誘導の件も進めた方が良さそうね。王宮への交渉はもう動いてるの？真帆さんが先行して交渉に行ってくれることになったよ。ただやっぱり証拠はないから、ナイトメアを動かしてもらえる可能性は低いと考えた方がいい。今から人の力を当てにするのは難しいわよね。こちらもできることはやりましょう。私は商人ギルドを当たってみるわ。出店リストとか持ってるでしょうし。あ、そうだ、エリコちゃんにも声をかけておくわね。デストロイヤーの手も借りたいって状況だもの。こっちはファミリーの連中に確認してみるです。うちから出てる屋台ってこともありえますし、他の組織に通じるつてだってあるですから。こういう時は人望がものを言うですよ。2人とも探偵の素質があるね。ランドソルの存亡がかかってる。最後までやりきろう。ダメだ。街をドームで覆う方法だとそもそも隕石を迎撃できないよ。空が見えなくなっていのりちゃんが目隠し状態になっちゃう。隕石本体が相手ではどんなに硬いドームを作ってもひとたまりもないようじゃからの。やっぱりいのりちゃんに砕いて破片にしてもらうのは必須だね。その後の破片をしのぐ方法さえ見つかれば解決なのに。そこを覗き窓にしてビームを通すということか、少年。なるほど、よく考えたの。試してみる。それならいのりちゃんのビームも邪魔しなくていいもんね。ありがとう、助かったわ。無理なお願いを聞いてもらって悪かったわね。いえいえ、出店情報の共有くらい大したことないわよ。別に秘密でも何でもないし、娘が病気の時はお世話になったし。そう言ってもらえると助かるわ。健康が一番だけど、何かあれば遠慮なくいらっしゃい。次回は割引してあげる。ありがとう。それじゃあ良いお年を。そうね、あなたも良いお年を。出店リストは手に入ったけど、全ての屋台が網羅されてるわけじゃないよね。そもそも焼きもろこし屋が入ってないし、多分ギャングみたいなアウトローが届け出なしでやってる屋台は反映されてないんだわ。そっちはいのりちゃんに期待するしかないか。違法屋台を出してるギャングの情報は手に入れたですけど、
一体どんな状況ですかこれ。強すぎる。下っ端連中が全員なぎ倒されてやがりますよ。おの女がやったですかこれ。クスクスクス、遅かったですね。情報が欲しいのでしょ。あなた方の行動が遅いから先に捕まえておきましたわ。クスクス。もう勘弁してくれ。トワイライトキャラバンのデストロイヤーが出てくるなんて思わなかったんだよ。こいつら新興ギャングの幹部で山ほど屋台を出してるって聞いたですよ。そいつを資金源にして組織を拡大してるらしいですが。出店リストはこちらに。助かるです。どれどれ。はあ、なんで焼きもろこし屋ばっか50件も出してやがるんです。需要と供給って言葉を知らねえんですか。俺たちのしのぎはトウモロコシ栽培なんだよ。全員喧嘩は弱いからトウモロコシで得た金でのし上がろうと思ってたんだ。ギャングは解散して仇として生きた方がいいですよ。ところで、なぜこんなものが必要なのです？あのお方の頼みと美月さんからお聞きしましたけれど。そうなんですよ。実はみんな、途中参加のエリコさんも調査への協力ありがとう。まず真帆さんに頼んだナイトメアへの協力依頼に関する報告なんだが、申し訳ないけれど表立って動くのは難しいという返事だった。彼らの立場を考えれば無理もないけれど、いい知らせもある。表立って行動するのは難しいというだけで、私たちが動くことについては邪魔はしないと目こぼしはしてもらえるそうだよ。それとなく人々を誘導できそうなルートも教えてくれるそうだ。内々にだけどね。根回しがうまいわね探偵さん。そうと決まれば行動よ。年末の屋台の出店リストをもらってきたの。でも焼きもろこし屋はなかったわ。焼きもろこし屋の調査は成果はあったです。でもアホなギャングが50件も出店してやがるんで、絞り込むのはめんどくさそうですよ。だけどやるしかない。初音さんが用意してくれた予知夢の絵はかなり詳細だ。焼きもろこし屋以外にも手がかりになる情報はある。例えば焼きもろこし屋の横にはレンガ造りの建物がある。看板はないけれど窓の形状とか手前の花壇とか、そういう特徴をヒントにすれば特定できるはずだ。ヒントは予知夢の絵だけではありません。屋台の場所を案内してくれる方々もいらっしゃいます。喜んで協力したいそうですわ。クス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 。今節丁寧にガイドするんで命だけは勘弁してください。それは良かった。ここからさらに足を使った調査になるけど、なんとか手分けして見つけ出そう。はあ、いろいろ試したけど全部ダメだったね。時間的に次の予知夢がラストチャンスかも。難しいの。我ながらとんでもないものを呼び出してしまった。ここまで手も足も出んとは。森神様も頑張ってくれてるもん。ごめんね。私が予知夢の続きを見落としてなければ、もっといろんな方法を試せたのかもしれないのに。待て、そんな顔をするでない。わしの勘違いがそもそもの原因なんじゃから、お主が責任を感じる必要はないのじゃ。でも
ちゃん。しおりん、どうしてここに？今朝のお姉ちゃん、様子が変だったでしょ？悩んだんだけど、やっぱり来ちゃった。私が最後までついていくと失敗した時に巻き込まれるから、だから昨日の夜はあんなこと言ったんだよね。あはは、バレてたんだ。私嘘が下手だな。多分予知夢で何か見たんだよね。朝起きて大慌てするってことはそうとしか考えられないから。ね。そっか、まだ考えなくちゃいけないことが残ってたんだね。だけど全然うまくいかなくて、ごめん。昨日は休んでていいって言ったのに。気にしないで大丈夫だよ。お姉ちゃんの力が思い通りになるわけじゃないのは知ってるし、今からでも絶対間に合うから。そうですよね。ありがとう。だけどだんだん眠りが浅くなってきてる感じがするんだよね。もう時間がないのに、また予知夢が途中で途切れたりしたらどうしよう。お姉ちゃん、どんな時でも寝る時はぐっすり寝るし、多分緊張しすぎてるせいだと思う。だからしおりん、緊張をほぐすための方法がこれっていろいろ間違ってない？恥ずかしがらなくていいよ。森神様にはお願いして少し離れた場所で待っててもらってるから。君は平気なの？って前も同じこと聞いちゃったっけ？迷惑じゃなかったらいいなって思うんだけど、また頼ってもいいかな？本当に君は頼りになるな。私が困ってる時はいつもそばにいてくれて。今だけは思いっきり甘やかしてあげてください。お姉ちゃんが安心して眠れるように。あったかい。もう少しもたれちゃってもいいかな？よいしょ。暑苦しくない？ぴったりくっついちゃってるけど。ありがとう。君が近くにいるって感じられるだけですごく安心できるよ。だんだん眠たくなってきたし、いつもみたいな急に来る感じじゃなくて、ゆっくりゆっくり沈んでいくみたいな、君のおかげだね。ここはどこだろう。真っ暗で何も見えないよ。もう予知夢を見ることすらできないのかな。彼やしおりんが励ましてくれたのに、私最後の最後でダメだったな。この声はいのりちゃん？それにこれって隕石を壊す時の叫び声だよね。あとは初音さん。止まれー。あれって私？そういえば今まで見た予知夢って未来で私がどうしてたのかって見れてなかったかも。
超能力で破片を押し返そうとしてるんだ。もしかしてこれって超能力を強くしてほしいって願った未来？もっと気合い入れやがれです。まだ破片が止まってねえですよ。絶対にみんなで初詣に行くんだ。ここでおしまい？ちゃんと破片は止められたの？みんなやランドソルはどうなっちゃったの？お願いだから最後まで見せてよ。そうじゃないと私みんなに大丈夫って言ってあげられない。お姉ちゃん、起きた？どんな夢を見たの？私が超能力で破片を止めようとしてた。でも結果まで見れなくって、最後は失敗しちゃうのかも。どうなんだろう。あなたはどう思います？って聞かれても困っちゃいますよね。あのね、こんなこと言うと無責任だって思われちゃうかもしれないけど、私この夢の内容が隕石を完璧に防いだ未来だって信じたい。いのりちゃんだけが隕石に立ち向かうんじゃなくて、私も自分にできることがしたいよ。森神様に超能力を強くしてもらえれば、破片の方ならなんとかなるかもしれないし、どうかな？お姉ちゃんがそう信じるなら私も信じる。だからまだ手伝えることがあれば。今度こそ大丈夫だから、しおりんと君はエルフの森でお留守番してて。いつもなら嬉しいんだけどな。今回だけはしおりんと一緒にいて。初音ちゃんの一生のお願いだから。それじゃあ森神様に相談してくるね。超能力のこともさすがに説明しないとダメだろうし、最後まで頑張ろう。お姉ちゃん、すまない、待たせたね。こちら側の結果を報告させてもらうよ。というわけで住民の避難は難しそうだ。でも落下地点については大体の予測ができたよ。案内があったとはいえ、あちこち走り回るのはなかなか骨が折れたけど、おかげで年末の運動不足は解消されたわね。そっちの方はどうだい？破片への対処法は見つかったかな？私の魔法で破片のスピードを緩めることになったよ。森神様の力を借りればそれでなんとかなると思う。この娘、魔法ではなく超能力とやらの使い手とは。予知夢の剣もわしの理解の外にある力なら納得じゃな。それゆえにちゃんと強化できるか心配なのじゃが。作戦は分かりましたけど、絶対に失敗できないですよ。万が一ダメだったら、そこでなんか考え事してる元凶はなんとかインサイト以上のキルカウントを叩き出すことになるです。
いや、それはそのじゃな。土下座でも何でもしますから、何卒よろしくお願いします。そんなことしなくてもランドソルは絶対に守るよ。正直ちょっと怖いけど、みんな最後までよろしくね。どうした？お主らは離れた場所に行かねばならんのじゃろ。なるほど。お主の言い分は分かった。おそらくは可能じゃし、成功率も高まるはずじゃ。保証はできんがな。ここまで来たんじゃ、最善を尽くそう。あなたは決めたんですね。そちらの娘も何か考えがあるようじゃな。はい。お姉ちゃんはもしかしたら怒るかもしれないけど、私も決めました。森神様、私たちもそろそろ行こう。もうみんなは出発してしまったよ。かすみさん、話を聞いてもらえませんか？町の連中は屋台に夢中ですか。のんきなもんですね。もうすぐどでかい隕石が落ちてくるっていうのに。本来はおめでたい日だからね。おめでたい日のままで終われるかは私たち次第だ。よし、最終確認をしよう。初音さんの描いてくれた絵から隕石が飛来する方角は予測できているけれど、それ以外の方角も私とエリコちゃんで見張るのよね。全てが予知夢の通りになるとは限らないから。しっかりと見張らせていただきますわ。すべてはあのお方と私の世界を守るために。グスグスグよろしく頼む。万が一他の方角から飛んできても落ち着いて合図を出して知らせてほしい。了解よ。それじゃあ私たちは早速配置につくわね。成功のためにお互い最善を尽くしましょう。私は祈りくんのそばでビームの発射タイミングを知らせる。破片の拡散を可能な限り防ぎたいから、必ず私の合図を待ってからビームを撃ってくれ。なるべく早めに合図は出してほしいですよ。変なところで砕いちまったら私もただじゃ済まねえんですから。初音さんはビームが隕石に当たったのを見たらすぐに魔法で破片の落下を防いでくれ。初音さん、やっぱり予知夢を見落とした剣を引きずってるのか。本当に真面目すぎるところはしおりさんとそっくりだ。それじゃあ森神様、私たちも準備を始めなきゃ。お願いを叶えてもらってもいいかな。ドラゴン族の娘の巨大化とお主の魔法の強化じゃったな。成功するかはわからないけど頑張るから。断る。ありが。今断るって言った？なんで？どうして？諸事情により少し作戦を変更することになってね。もう出てきてもいいんじゃないか？どうして君がここに？この少年は仲間を強化する力を持っておるそうじゃの。わしの最後の願いはその力を強化することに使う。そして少年がさらにお主を強化することで魔法の威力はさらに大きいものとなろう。女子くんは最後まで初音さんを支えるために自分から作戦の変更を森神様に申し出たそうだ。
しおりさんも同様に町に来てるよ。彼女も彼女にできることをやってくれてる。誰も欠けることなく初詣に行けるようにね。しおりんまで。こっちの通りは通行止めにさせてもらってます広場の方へ向かうんやったらあっちの道を進んどくれやす。この先ちょっと危なくなってるんどす。通行止めの許可証ならこれですやろか。もちろん本物どす。そうどすな。遠回りでご不便おかけしますけど安全のためにご理解よろしゅうお願いします。おおきにご協力感謝どす。ご協力ありがとうございます。あっちの方へ行ってもらうともっと歩きやすいです。この辺りは混雑しますからゆっくり進んでくださいね。完全に人を追い出そうとすると騒ぎになっちゃうから無理だけどこうすればいのりさんが巨大化するとき混乱が起きることは防げるはず。ところで真帆さん、通行止めの証明書なんてどうやって用意したんですか？ナイトメアの協力は難しいって。もちろんうちの手作りどす。つまり偽造なんじゃ。今の初音さんに本当に必要なのは一緒に立ち向かってくれる心から信じられる仲間なんだ。そのメンバーに女子くんやしおりさんが入ってないのは野暮ってもんじゃないですか？私が2人の立場なら余裕でブチギレ案件です。だから心配して遠ざけるんじゃなくて一緒に乗り越える方法を選びたい。そうだろ女子くん。みんなそんな風に思って。お主の魔法は正直に言うとわしの理解の外にある。一方で少年の力は同じく未知ではあるが性質は近い。その分わしの強化もより効果が期待できる。わしはわしを信じる者の願いを叶えることが務めじゃ。最初に大失敗してこんなことになってしまったが、だからこそ残り2つの願いは間違えたくない。森神様にとってもこっちの方がいいって思える変更だったんだね。わしには未来は見えん。それでもこの事態を収拾する責任がある。だから少しでも可能性が高まる決断をしたのじゃ。ドヤ顔で言ってますけどそもそもお前のせいですよね。じゃあわしも言わせてもらうけどさ、お主だってしょうもない願い事しやがって何なの？もっと謙虚で分かりやすいこと願ってたらこうはならんかったじゃろう。ストープ。はい。みんなの気持ち分かったよ。私間違ってた。未来なんて分かんないのが普通だし、だからみんなの力を信じて絶対に成功させる。それが一番いいに決まってるよね。もちろん当たり前じゃねえですか。森神様、さっき言った作戦で大丈夫だよ。彼と一緒に絶対破片は止めるから。そろそろ時間じゃ。まずはドラゴン族の小娘を巨大化させるぞ。やっとですね。それでどんな感じで巨大化するんです？なんかかっこいいポーズとかいりますかね？いらん。折り紙ビーム。力を与えるってそういう感じなのか？拷問
見えないんだが。安心せよ、今回は正しく叶えたぞ。見よ。おー、すげえですよ。本当に巨大化できました。はー見るです。通行人がゴミのようですよ。なんだあれ。今年の年末はずいぶん派手な催しがあるんだな。ずいぶん凝った作りね。まるで生きてるみたいに動くし。少々騒ぎになってしまったが、背に腹は変えられん。次は少年お主じゃな。そう怯えたような顔をするな。死にません。ちょっとまあまあ、実はそれなり以上に痛いけど、これ成長痛みたいなものじゃ。では森神ビーム。今まで聞いたことない声出てたけど、ちゃんと生きてる。よかった。大丈夫なんだね。何か変わった感じとかする？小娘の巨大化も少年に与えた力も、隕石が破壊できたら元に戻るようにしておいた。後から取り消しは無理じゃからの。本当に申し訳ないが、わしにできるのはここまでなのじゃ。あとは頼んだぞ。任せて。ランドソルは私たちが守るから。よし、私たちも配置につこう。隕石に備えるんだ。さて、答え合わせだ。推理が正しければ。来たか。ねえ、いのりちゃんに合図を出さないの？まだ遠い。ギリギリまで引きつけないと。今だ。遅えんですよ、まったく。あとははずめさん。たまえ。もっと気合い入れやがるです。まだ破片が止まってねえですよ。そうだよね。諦めちゃうのは私らしくないよね。絶対にみんなで初詣に行くんだ。ざまあ見やがるです。一つ残らず木っ端みじんですよ。これはもしかして。ちゃんとできた。君が最後までそばにいてくれたおかげだね。公衆の面前でやめやがるです。まったくもってその通りだけど、町を救えたのは彼女の貢献が大きい。少しくらい多めに見ようじゃないか。
お主らには感謝してもしきれんのじゃ。わしの勘違いで危うくとんでもない事態になるところじゃったよ。次から誰かのお願いを叶えるときはちゃんと本人に確認してからにしよう。まったくもってお主の言う通りじゃ。改めて申し訳なかったのじゃ。ところで、なんだかお供え物が増えてないですか？私たち以外にここの祠を知ってるのってしおしお以外だとトワイライトキャラバンの2人だけですよね。ああ、その件なんだが、エリコさんが捕らえたギャングに調査を手伝わせた時、多少は事情を説明したんだ。あの時は疑い半分だったかもしれないけれど、大晦日に本当に隕石が落ちてきたからね。落ち着いてから組の人間に真相を言って回ったっておかしくはないさ。なんかよくわからんが、満員御礼なのはその通りじゃ。ちゃんと祀ればご利益があるが、雑に扱うと隕石を落としてくるやべえ神として大人気になったんじゃよ。喜んでやがるけど、半分くらい邪神扱いされてないですか？そうかな。そうかも。今度こそご利益を与えることで風評を改善していくしかないの。これからはみんなの幸せのために正しく力を使ってあげてほしいのだ。おっと、そうじゃ、忘れるところじゃった。もう新年を迎えて願い事の回数もリセットされておるぞ。ということは、また3回願い事を叶えてもらえるってことですか？それじゃあ早速金持ちに。いのりくん、一応言っておくが、今回の件で反省すべきなのは森神様だけじゃないのは理解しているよね。お兄さん、なんで謝っちゃうんです？私まで非を認めなきゃいけなくなるじゃないですか。いやいや、ちゃんと認めて反省してくれ。だいたい真帆さんから働き分の報酬は受け取ったはずじゃなかったかい？そんなのガヤピーにほとんど没収されちまったですよ。どうせ全部無駄遣いするだろうから預かっておくって。だんだんボスみたいになっていくですよ、まったく。お母さんみたいだね。でもきっといのりちゃんのことを考えてくれてるんだと思うな。いつか本当に必要になったら返してくれるはずだよ。本当に必要なのは今ですよ。漫画も買いたいし、ゲームも買いたいし、買い食いもしたいです。なんで好きなように使わせてくれねえんですか？それで話を元に戻すけれど、森神様はその3回をどう使うつもりなんだい？お主らへの礼に使いたい。願いがあれば申してみるのじゃ。あ、ちゃんと正確に頼むぞ。難しい言葉は使うなよ。どうしよっか。君は何か叶えてほしいお願い事とかある？ちゃんとみんな無事に新年を迎えられたもんね。初音ちゃんのお願いは、思いついた。私も決まったかな。いのりくんはどうするんだい？反省を生かした内容にはなってると思うけど。わかってるですよ。もうお金は諦めますから、別の願いを叶えてもらうです。では聞こう。どんな願いを叶えてほしいのじゃ？みんなが健康に1年を過ごせますように。大切な人が元気でいてくれるのが初音ちゃんの幸せだから。私は街の平和を願うよ。ランドソルでは大勢の人たちが暮らしている。そういう場所で大きな事故や事件は起きてほしくないね。
私は面倒ごとに巻き込まれないようにしてほしいですよ。厄除けってやつです。例えばまだまだボスは帰ってこなくていいですし。わしに叶えられるのは具体的にイメージできるものを実体化したり特別な力を与えたりすることじゃ。今お主らが言ったような願いは叶えられん。もうちょい俗っぽい願いで頼めるかの。これでいいんだよ。確かにお金とか物とか強い力とかお願いしたらもらえるのかもしれないけど、身の丈に合わない願いはろくでもない結果になる。私たちの得た教訓だ。欲しいものがあるなら神頼みじゃなくて自分で手に入れることにするですよ。こんな邪神なんかに頼らずに、むしろ私が神になってやるです。そうか。ならばわしからは何も言うことはない。ただお主らの願いを聞くにとどめよう。さらばじゃ、たることを知る者たちよ。その心忘れるでないぞ。まったく、ちょっと下手に出たら偉そうに説教かましてきたですよ。本当に反省してるんですかね、あいつ。森神様ってもしかすると戒めを与える役割を担っていたのかもしれないね。どういうこと？よく考えてみてくれ。森神様に願いを叶えてもらうハードルってものすごく低かっただろ？儀式って言ってもお正月に遊ぶだけでいいからね。安直に願いを叶えてもらいたい人にはとても都合のいい神様だったはずだよ。それなのに信仰が途絶えてしまったのは、願いを勘違いしたふりして欲深い人にはきつい罰を与えていたからなんて仮説はどうかな。そんな怖い神様には見えなかったよ。もちろん。だからこれはただの想像さ。こちらが欲をかいた分、事態の解決に努力すれば手を貸してくれる程度に良心的だったのは間違いない。こっちを見ながら言うのはやめるですよ。ったく、終わったことを根に持つとか、うちのボスみたいなムーブは勘弁しろってんですよ。でもさ、一番大事なのはこうやって新しい年を迎えられることなんだよって教えてくれたんだと思うのだ。そうだね。それじゃあ神殿へ向かおうか。しおりさんたちが待ってるよ。森神様にちゃんと挨拶できた？きちんとお参りしてお願い事も伝えてきたのだ。念のために聞くけれど、また余計なことは言ってないわよね。どいつもこいつもしつこいですよ。ちゃんとまっとうな願い事しかしてないから、もう面倒事が起こったりはしねえです。くすくすくす。次に何かしたら今度こそすりつぶしますわ。覚悟はしておいてくださいね。何にもしてないうちからその圧やめてほしいですよ。ほんまにお疲れさんやったね。おまけに初詣にまで誘ってもろておおきに。みんなでお参りした方が素敵な思い出になるのだっていうのもあるけど、今回はすごく助けてもらっちゃったからちゃんとお礼とか言っておきたくて。私の話を信じてくれてありがとう。もし一人だけで何とかしようとしてたら絶対にうまくいかなかったと思う。
お礼を言うんはうちらの方どすえ。初音はんが教えてくれはらへんかったら今ごろどないなことになってたか。そうね、よく頑張ったわよ。特製の滋養ドリンク、今度ご馳走するわね。君にそう言われると照れちゃうな。すごろくの時とか森で一緒に眠った時とか、今年の年末年始は照れてばっかりだね。待ってくれ、すごろくはさておき、一緒に眠ったってなんだい？もう少し詳しく聞かせてもらってもいいかな。あ、なんて身の程をわきまえない女なんでしょう。あれだけすごろくで楽しんだ上に教育が必要ですね。まあまあ、何か理由があってしたことなんでしょ。安眠できるよう後ろから抱きしめて。ずいぶんと濃厚な睡眠導入ね。あ、うわー、しおりー、助けてそんなこと言われてもどうしよう。みのりさん、口が滑ったのは自己責任なんで気にせず先に遊ぶですよ。大晦日のうちに煩悩を捨てておかねえからそうなるです。お姉ちゃん頑張って。待って、二人とも待ってみんな、さっき絆を確認し合ったばっかりだよね。元旦から険悪なムードは初音ちゃん良くないかなって。友人だからって罪を見逃すのは探偵の矜持に反する。向こうで事情を聞かせてもらおうか。叩けば余罪も出てきそうです。あなた様も同席してくださいね。クスクスクス。ダメよ、逃がさないわ。うちも二人のお話に興味ありますわ。